Meshtabi Season 5 Konkai no Meshtabi wa Maji de Mata Tabatai 福岡の朝ごはん。 8 des それでは早速。 Let's get it started. 1 Wakamia Bonjour Galette 福岡の東区にガレット専門店を発見。これは見逃すわけには参りません。早速行かねばということで、しかも7時からやってるってんじゃないですか。ガレットも朝ごはんも大好きなんでね、サバもそばも好きなんで。ガレットは意外にもそば粉で作られてんだよね。普段朝食は我々まず取らないんですがね。そうなの。でも朝からやってくれてるお店は好きなの。そうなの。特に私はガレットも大好物なんでね。だから私の中で一番好きなガレット屋さんの更新をしたくって日夜探してるってわけ。正直ガレットがすんげえ美味しい店ってレアなんだよね。そうなの。でも北海道に私たちの超大好きなガレットをいただけるお店があってね。そうなんです。その美味しさに感動してね。もっと美味しいガレット屋さん探すようになったんだよね。まあ食に関しては欲の塊っすわ。ねえ。はい、ガレットの朝食いただきます。想像してたのとちょっと違う。ラップサンドのようなブリトーのような。でっかい。朝からボリューミーだわ。ふんわりしっとりガレットがたっぷりの具材を包み込んでて野菜がたくさん入っているのがいいわね。これパクチーかなり控えめに入ってんだよね。苦手な人が多いからそこへの配慮だと思うんだけど、追いパクチーしてがっつりパクチーで食べた方が美味しいんじゃないかなと思いましたね。ね、思った。次回は追いパクね。でもさ、ネットのレビューを見るとモーニングは年配の男性が多いって書いてたの。けどこの日は私たちだけと思ったらいた、目の前に年配の男性。おい、白々しいな。嫌味かい。そう、お年寄りには優しくしろよ。でもこれ結構腹パンになるね。そうだね。ハーフでもいいかも。モーニングならハーフサイズとドリンクセットになってるからお得ね。コーヒーがしっかりフレッシュドリップで美味しかったっすね。あ、そうそう。ね。 2 Hilao Mame Fuji 平尾にございます。大正10年創業という老舗のお豆腐屋さんがありました。こちら豆富士さん。Won't you be a bitch? それは竹藤。お店に入ると1階はお惣菜やらお豆腐が売られておりました。朝食は豆汁定食1本勝負。レジにて注文支払いを済ませて2階へ。お、ファーストフード方式ね。そう、2階は窓際にカウンターがぐるーっとありますが、やっぱり私は端っこに座るの。どうしても銭湯の洗い場もトイレの個室も通学バスも端っこ。おじいちゃんに教わったんだ。端っこをいかにして取るかが大事なんじゃと。それはオセロの話でしょ。そう、中央テーブルにお漬物とお水なんかがあるのでセリフでご自由にどうぞスタイル。はいはい、最近増えたね。豆汁小ってのにしたかったが絵面を考慮して大を頼んだんだけど、これが大失敗。お汁の中にも滑らかな豆腐がたっぷり入っているので、もうこれだけで腹パン。結構豆腐食うと普通に腹パンになるよね。あれかな、豆汁ってのは豆腐の入った味噌汁ってことなのかな。豆腐たっぷり豆乳のお味噌汁って感じ。乳感ある感じ。そう、厚揚げは表面カリッと中とろっと香ばしく、大豆の味が大豆レクタに感じられました。大豆うまいね。ありがとうございます。豆腐コロッケもじゃがいもが入ってて素材の味を大切にした優しい美味しい嬉しいコロッケだったわ。コロッケいいな。こういうヘルシーな朝食食べてたら健康でいられそう。体重減るしね。3 Hakata Komakome Burger 博多駅から徒歩5分ほど、プリンススマートイン博多っていうホテルの1階にありますお米バーガー専門店。なんと米バーガーさんはおいちゃん大好き伝説のなんだって。カレーの名店ナイルなどを運営する株式会社マスマサグループが手掛けているお店なんです。マジ。
ライスバーガーといえばモスしか知らないから楽しみだったのよね。黒酢チキン南蛮は酢の香りがしっかり酸っぱだけど食べると程よい酸味で美味しい。なんて言ったってチキンが大きいのよね。ボリューミー。おいちゃんのアジフライもかなりボリューミー。こりゃいいっすね。結構腹パンになるよね。バンズが4種類もあるのよね。そうなんだよ。びっくりだ。野菜バンズ、ほうれん草&お茶、トマト&パプリカ、かぼちゃ&ウコン、ペドロ&カプリシャスってね。ジョニーが来たならってそんなのない。あれこれがちょうどご飯一杯分の大きさくらいかな。具材も15種類。九州のうまかもんずがよりどりみどり。いっぱいありすぎて迷っちゃうねこりゃ。ホテルの1階ってこともあり、宿泊インクルードの朝食にもなっているね。朝6時半から。しかもフリーも OK なのが嬉しい。博多は朝食のお店が結構あっていいよね。ねえ、ホテルの朝食バイキングチャーどこも似たり寄ったりで飽きちゃうからね。こういう変わり種モーニングは食のアドベンチャー飯旅ーズには嬉しいよね。食のアドベンチャー？何でも目新しいもの食べるでしょ。食べたことないものも。そりゃ食べるでしょ。イギリスの登山家ジョージ・マロリーはなぜ山に登るのか、そこに山があるからと言ったのは有名な話だけども、だから我々はなぜ食べるのかってね。そこに美味しそうなものがあるからってことね。4. Hakata Daifuku Udon。早朝からいろいろ定食がいただけるのは嬉しい。 JR 福岡駅の飲食店街駅中食堂博多一番街。朝も早うからすっごい人でございますね。海鮮お茶漬けのお店が超絶大人気で並ぶ気も失せる大行列。すごかったね行列。明太子の食べ放題が人気みたいなの。明太子の食べ放題、いらないいらない。いくらの食べ放題よりいらない。そんなにねえ、痛風になっちゃう。朝からうどん屋さんで和定食がいただけちゃう点で、私たちは行列横目にこちらのお店へ。定食3種類、朝定、サバ定、鮭定、もちろんうどんもセットっていうのもありますよ。ザ・日本の朝食ってのもたまにはいいよね。家にいたら朝から魚焼かないしさ。ねえ、ちょうどいい量で魚は最後お茶漬けに勝手にアレンジ。これいいわ。やるよね。最近分かってきたの。博多ってラーメン、もつ鍋、明太子、いやいやうどんでしょってね。確かにうどん屋が多いんだよね。しかも安うまい。24時間営業のチェーンが結構あってね、考えられへんなあ。24時間営業って北海道の飲食店じゃ松屋すき家吉野家に寿司三昧くらいでしょ。そんだけうどん食うってことなんだね、福岡ピーポー。びっくり。だって美味しいもん福岡のうどん。美味しいね。5. ニューヨーク Kanahata Fuku no Yu。長崎でお世話になった稲佐山温泉福の湯さんと同系列のお風呂が福岡市内になんと4店舗もあるってんでね、楽しみだったんです。はい、福の湯さんは国内トップクラスでお気に入りの施設なんでね。やはりさすがは福の湯さん。サウナ系の充実度が違いますね。スタジアムサウナは6段90度、水風呂15度から16度。サウナ出てすぐ水風呂があるってのは当たり前のコンコンチキチキマシンモーレースですよ。こうでしょ。すげえ。福の湯さんにしてはこれでもこじんまりルリコ。外気浴チェアがちょっと少なめなのかな。中でも20人分以上はあるけどね。すごいよね。しかも椅子に放水できるホースが至る所に設置してあって、わざわざ湯船からお湯汲んできてかけて湯しなくってもいいというね。これは福の湯さんでしか見たことない設備。そうだよ。九州にはいっぱいあるのかな、こういうの。北海道じゃ見たことないよね。ないない。もう露天にある寝湯が気持ちよすぎてさ。あれ最高だね。魂抜けまくりの極地です。ただこれもお初の福岡サウナルールなのかな。福岡マダムはパレオみたいな布巻くのが流行ってるみたいな。水着の
腰巻きみたいなうん。スタイルに自信ない人や脱毛処理術を行った人が腰に巻いてるやつ、はそんな人いんのかな。み出しちゃってる系の。うん。外国人がサウナでバスタオル巻くみたいな感じの感じ。多分知らんけど。それは独特だね。でしょ。岩盤浴が良さげでしたね。あ、そうそう、すんごい充実してんだよね、岩盤浴が。スノーマシンがある部屋とかがあってさ、スノーマシン。雪が降るみたいよ。ドバイのショッピングモールみたいなやつ。そうそう、ねすごいよね。え。すげえ。 6. Today's Katsu Curry. Mei no Hana. Fukuokashi Kotsukyoku. JR メイノ浜駅の交通局内にあります食堂。一般の方もご利用くださいとの看板がありましたんでね。やめし旅的に毎回カツカレーのコーナーやらないと、これ全国のカツカレーファンが悲しみますんでね。誰も悲しまんって。今回は朝食縛りってことで、朝食でカツカレーをいただける店っていうのがこれなかなかないんでね。カレーなら多少あるんだけども、カツカレーっていうのはなかなか食わんでしょ。なかなかなくて、どうしても松屋やすき家や吉野家系になっちゃいがちなんですよね。こんなに無理に探すことなかろう。朝8時からカツカレー食べるかね普通。そう、すすきのではよく朝カツカレー食ったもんさ。いや、それは朝まで飲んでの締めカツカレーってことでしょ。まあそうだけどね。はい、朝カツカレー見つけました。予想以上でも以下でもないカツカレーだけど美味しいですよ。なんたってカツカレーですからね。カツが未体験な食感でしたね。どう調理したのかわからない感じ、揚げ置きを蒸したみたいな食感。カツはちょっとシークレットシューズ履いてたね。あら、私は朝亭。朝亭は卵の調理法が選べます。生卵、目玉焼き、お味噌汁に入れるかの3択。あとは海苔、ふりかけ、漬物、好きなものをチョイス。これで320円。安っね、安いでしょ。別料金でおかずもいろいろあるけど、これで十分。目玉焼きは両面焼きなのが嬉しいね。あ、生焼き嫌いだもんね。はい。ところでグリーンくん、温泉に泊まりました。さあ朝食ビュッフェに行きましょう。あなたは朝食何派？ご飯、味噌汁、味のり、納豆みたいな。それもいいね。前の日飲みすぎてたらそうなるかな。飲んでなかったらおいちゃんはアメリカンブレックファストの方が多いかな。7-3ぐらいで。私は8-2で納豆ご飯。そういえば昨日久々に7-3のヘアスタイル見たね。福岡流行ってんのかな。来てんのかも。7-3やろうかな。そんな7-3分ける紙あります？ほら、さて、ない、ありませんけど。させん。 7. Hikata. Dakameka. インスタで見てグリーンが来てみたかったお店。朝7時からオープンで売り切れ次第終了なんですが、お昼過ぎに行ったらお目当てのパンは売り切れでしたが、気になるパンたちがいろいろありましたんで。はい、あんまり美味しかったもんだからね、2日連チャンでお邪魔しました。ダコメッカ。本店は六本松にあるアマムダコタン。そっちにもしっかりお邪魔したんですけどね、今回はダコメッカをご紹介だね。はい、始まりはわずか7坪のパスタ専門店だったというオーナー平子さんは、そもそもパン職人ではなくイタリアンシェフなのだ。7坪って東京ドーム何個分？いや、その聞き方おかしいね。7坪は14畳ぐらいかな。なるほど。ちっちゃいお店だったのね。お店のインテリアにも使ってたドライフラワーの専門店まで手掛けちゃうという多彩なバイタリティをお持ちで、センスの塊のような方らしいっす。以前はお店のパンをパン屋さんから仕入れていたそうですが、ふと自分で作ろうと思い立ち、あんなことやこんなことを乗り越え、カクカクしかじか試行錯誤を重ね、レストランで片手間にパンを作るのではなく、自分で作った美味しいパンの専門店、料理人の作る惣菜パンをということで、2018年六本松にアマムダコタンを、2021年にダコメッカを出したのです。珍しいパターンだね、シェフからパン屋さんってのは。驚くのはここからだよ。なんだって？なんとシェフはマリトッツォブームの仕掛け人、張本人なのです。
そうなの？今や日本中どこでも見るようになったマリトッツォ。なんか Maritozzo. 韓国語みたいだね。確かに。明日の朝ごはんお好み焼きだ。맛있어요. 맛있어요. はい、これがそのマトリッツォ。こんな柔らかいの？クリームふわふわ、軽い、飲める。甘さも控えめでピーカンナッツもカラメルがちょうどよく絡まってて맛있어요。ボスト 맛있어요. ックは洋梨ジューシー、ビターなチョコが練り込まれてて大人味。あ、これ最高だね。カシューナッツミルクティーはメシタビーズ苦手なカルダモンが入ってるんだけど、これが全然嫌じゃない。あ、びっくりした。加減ってやつが大事なんだね。絶妙なアクセントにカルダモンが使ってあるんだもん。天才的だと思いましたね。見て楽しい、美味しい、食べて納得ダコメッカ。あ、これは美味しいダコメッカますます九州大好きダコメッカ。だ。 8. Akasaka. Sabataro. 福岡市中央区赤坂にございますサバ太郎さん。青いサバ模様ののれんが目印です。ビルの1階とは思えない立派な門構え。おー、なんか爽やかだね。こちらは朝7時半、8時半、9時半の3回転。お昼は11時半、12時半、1時半、計1日6回転の完全予約制のお店。これがなかなか予約取れなくってね。1週間近く待ってやっとでしたね。そうなの。前日でも OK かなーなんて舐めた考えでおりましたグリーンちゃん。驚きましたでございますですわ。なのでお早めの予約をおすすめいたします。ハードル高いっすね。それもそのはず、このお料理たちと一人一釜炊きたてご飯がついてるという非凡な朝ごはん。見てください、このツヤツヤと輝いたお米たち。一人一釜った。なんと贅沢な朝ごはんでございましょう。これはすごいですね。ね、お重の中には九州の食材、名物がこれでもかって詰め込まれていて、見て楽しい、食べて嬉しい、贅沢の極み朝ごはんですね。贅沢だよね。朝食に3000円ってのは。そうなのよ。だから2人でってのは無理だったんだよね。いや、私は遠慮したかったんだけどさ、うちの旦那ってサバアレルギー家系じゃない？仕方なくね、私がいただくことにしましたの。やだもん。完全に喜んでるよね。いや、まさかなわけない。副菜も味付けも優しい、素材の味を大切に作られてるのがわかりますね。ごまサバは自分でごますりすりしのごまだれかけのでいただきます。あら美味しい。これは今まで食べたごまサバでナンバーワンですね。新鮮なのはもちろん、コリッコリの歯ごたえが未体験ゾーン。なんと焼きサバには柚子胡椒ならぬ自家製みかん胡椒でいただくというアンビリーバボーな独自の創作がたまらんですね。みかん胡椒？はい、柑橘の爽やかな香りがこれまたサバに合うんですね。じゃあうまそうだな。最後はごまサバをお茶漬けでいただいてごちそうさまでした。食べきれないご飯は塩おむすびにしていただき、サバアレルギーのおいちゃんのお土産もできました。これかなりボリューミーなので、前日から天才バカボン的調整が必要かと思われますわよ。天才バカボン的調整？そうよ、知らない？ごちそうはレバニラ炒めなのだの回。久しぶりにレストランに家族でお出かけってとことで、はいはいはい。パパが3日間何にも食べなくて、レレレのおじさんにお出かけですかって聞かれた時に、それだけでバタンって倒れちゃったってやつね。そうそう。あれは面白い展開だよね。マジ赤塚不二夫天才だと思った。ねえ、結局レストランでお金足りなくなって家にお金取りに帰ってさ。あの後の展開はもうアメイジングだぜ。Amazing. で、話それすぎ。おっといけねえ。修行先の京都で知った京都に根付く朝ごはん文化を福岡でも、そして福岡九州の魅力を全国に広めたい、炊きたてのお米をたらふく食べられるお店を開きたいという店主さんの思いがあり、2023年にサバ太郎をオープンされたんだって。
あ、そんな新しいんだ。なんとか味バージョンの味太郎も出してくれないかな。そしたらいけんだけどな。サバも大好きなのにね。そうなんだよ。好きなんだけどアレルギーなんだよ、50過ぎるまで気づかなかったんだけどね。なんかかいいなぁ思っててさ。なんかね。そうなんだよ。じゃんじゃん。 Jakai no meshtabi wa. Maji de mata tabatai. Fukuoka Hakata Kaiwai des. Otanoshi Mini. See you soon. これサバアレルギーがね、うん。ずっと食べてたんですよ。全然普通に食べてたよね。でも結構アレルギー体質でいろんなものでこう痒くなったり、発疹が出たりするんですけど、デリケートだよね。時々肌が赤くなってミミズバレみたいになって痒くなったりするんですよね。特にパンティーラインがそれがねサバのせいだとは思ってなかったんだよね。うん。汗もかなんかじそうゃないそうそう、時ね。々なんかボディーソープが合わないのかなとか、そういうふうに思ってたんだけど、ある日実家で食事をしてた時に父親がねサバアレルギーだっていう話をしてて、あれ親父と自分はすごい体質が似てるんで、似てる。あれもしかしてって思ってね、その時グリーンがそういえばあんた寿司食った次の日いつもかゆい言ってるわっつってそうなんですよ。ハンマーで頭を殴られたようなショックでしたね。あんなに俺もうサバ食えないのって思ってね、恐る恐るちょっと実験してみたら焼いてるのは大丈夫だったんだよね。なんで今も塩サバはガンガン食うんだけど、しめサバからちょっとダメなんですよね。そうですね。しめサバ、回転寿司に行って食べないことはないネタ、しめサバ、いくら中トロだったのに、そのしめサバが食べられなくなっちゃったんです。大好きなのにね。これは悲しいよね。でもその代わり西の方に来てね、アジの寿司を食らって、アジうめえなってことでね、アジとの出会いは良かったけども、アジがあればサバはいらないけども、焼いたのはサバの方が好きだね。まあ焼いたねサバが食べれるからまだね。なんかさ、北海道で見るアジフライってちっちゃいじゃんか。ちっちゃい。こっちのやつって倍ぐらいある。なんか身も厚いよね。恥ずかしいよね。だからアジだと思わないんで、これ何のフライですかって聞いちゃうんだよね。いやアジですけどみたいなきょとん顔されるよね。どっちかというとかなり肉派だったんでね、7、3ぐらいで肉派なんでね難しいの魚ちゃん。刺身にされるともうね、わかんない。ブリとカンパチとなんだっけ、もう一つ似たやつあるよね。ブリカンパチ、サワラじゃないし、なんかその辺、出世魚系ちゃんとちょっとわからない、課長なのか部長なのかちょっと見分けつかないんだけどこの間グリーンも聞いちゃった。これお刺身わかんなくてこれブリですかって久しぶりにラッコいたね。水風呂ラッコいたね。ほんと逆バージョン、ドザエモンバージョンやばい、大丈夫ふかやばい、めっちゃ気持ちいいじゃんそれ。気持ちいい。もうね、いいんだけどそんなに神経質じゃないんだけど、水のねかけ湯、頭からじゃなくて肩からいってるわけよ。してちゃんとかけてるのね。まあちょっと2回じゃ足りないけどねって俺は思いながら見てたの。したけどそのままドボーンいったんだよね、頭まで、でラッコですよ。まあラッコは可愛かったからいいけどしかもスキンヘッドだったんで、だけどそれやるなら頭からかぶろうねっていうのはね、まあね、結構あれよね、顔ワシャワシャ洗う方も多いかも。こっち人潜りとか、まあ潜るのは合法か非合法かっていうのはね、ルールがローカルによって違うんで、OK なんだな。潜るのは別に悪いことじゃないね。それも前どっかの親父のことで喋ってるけど、いやもっと汚いところが潜っちゃってるよっていう話だから、まあ、でも静かでいいですわ、都会だけど。そして真夜中のゴミ回収車ね、街がやっぱ綺麗です。これはね、参考にするべきだと思うね、ゴミ回収は。
海道はさ冬とかちょっと厳しいと思うんだけど、夏の間だけでもね夜回収する方がいいかも。いや冬も夜中やるべきだよ。だってあんな道狭くてさ、そうゴミ回収車が止まってたらさ、もう交通遮断じゃん。朝から夜中だったらもうどこに止めても誰も文句言わないよ。だからすごい画期的だと思うよ。カラスは商売上がったりだけどね。カラスはあんまり見ないよね。そうだそうだって漁る餌がないからね。畑カモメもいないしね、海のそばで。